文久3年5月10日、長州藩によって攘夷が決行されました。京都の人々は長州藩を絶賛し、尊王攘夷運動は最高潮を迎えます。その勢いはとどまることを知らず、ついに尊王攘夷派は暴走を始めていくのです。はい、どうも皆さんこんにちは。今回は8月18日の政変についてお話ししていきます。おそらく名前は聞いたことあるけどよく知らないという人も多いかと思うこの政変ですが、この政変は幕末の政治情勢をひっくり返した超重要な転機となっています。どういうことかというと、京都を制圧しているかのように見えた尊王攘夷派に対し、甲部合体派が巻き返しを行い、尊王攘夷派を京都から一掃して政権を奪取しているのです。なぜそのようなことが可能だったのでしょうか。これまでの振り返りからお話を始めていきましょう。幕末の政局は大きく分けて尊王攘夷派と甲部合体派に分かれて進んでいきました。この頃政治の主導権を握っていたのは尊王攘夷派。将軍ですらその勢いには逆らえず、攘夷を約束させられるといった状態でした。それほどに京都は尊王攘夷派が力を増していたのです。将軍を動かすほどの勢いを得た尊王攘夷派はもはや誰にも止められません。次第に暴走を始めていきます。尊王攘夷派はもはや幕府には任せていられない、天皇自ら指揮を執ってもらい外国を打ち払おうという計画を立てていくのです。天皇自ら出兵することを新政と言います。つまり尊王攘夷派は新政の実現を目指したのです。こうして尊王攘夷派が計画したのが大和行幸です。大和というのは当時の国の名前で、現在の地名でいうと奈良県にあたります。そして行幸というのは天皇の外出のことです。つまり尊王攘夷派は天皇を大和に外出させようとしたのですね。なぜ大和なのかというと、大和には初代天皇である神武天皇のお墓があるからです。つまり現在の天皇である孝明天皇を大和に連れて行って、初代天皇のお墓の前で攘夷成功を祈願させ、そのまま攘夷を行う軍議を開こうと考えたのです。そして諸大名に対して天皇から命令を発し、攘夷を実行しようと考えていたのでした。これにはさすがの孝明天皇も驚きます。孝明天皇は外国嫌いですが、それは外国人を日本に入れてしまい、先祖代々の天皇に申し訳が立たないと考えていたからです。孝明天皇も今外国と戦争をすれば日本の敗北は濃厚だ、時期尚早であると分かっていたでしょうから、敗北してしまえばそれこそ先祖代々の天皇に申し訳が立ちません。この頃の尊王攘夷派は天皇や公家の制御を離れていき、止められなくなっていたのです。そもそも尊王攘夷派は天誅と称して自分たちに反対する人々を殺しまくっていましたので、孝明天皇としてもあまりよく思っていません。孝明天皇はあくまでも幕府に外国を打ち払ってもらいたいと考えていたのです。対する尊王攘夷派は、天皇の意思は攘夷である、攘夷のためなら手段を選ばないという考え方でした。この考え方のズレが孝明天皇を動かしました。尊王攘夷派は私の名前を使ってやりたい放題している、このまま尊王攘夷派を放っておくと危険だ、そう考えるのです。こうして孝明天皇は朝廷内にいた過激派の中心人物である三条実美を排除することを考えました。しかし三条実美のバックには長州藩や土佐藩、果ては浪人集団の過激な尊王攘夷派といった武力があります。対して孝明天皇には武力がありません。武力に対抗するには武力しかない、そう考えた孝明天皇が目をつけたのが薩摩藩でした。つまり孝明天皇は三条実美を排除するために薩摩藩を動かして長州藩と土佐藩にぶつけようと考えたのです。こうして孝明天皇は密かに薩摩藩へ尊王攘夷派を追放するようにという命令を送ったのでした。尊王攘夷派追放の命令をもらった薩摩藩ですが、そう簡単には動けませんでした。なぜならこの時薩摩藩は薩英戦争のために兵を引き上げており、京都にはわずかな軍勢しかいなかったからです。とはいえ天皇からの要請です。無視するわけにもいきません。薩摩藩は京都にある薩摩の藩邸で尊王攘夷派を追い出す計画を立てました。しかしわずかな軍勢しかいない薩摩藩だけでは計画実行は困難です。こうして薩摩藩が目をつけたのが会津藩でした。
会津藩といえば藩主松平片盛が京都守護職となっており、京都で尊王攘夷派の弾圧を行っていました。そういうこともあり、会津藩は尊王攘夷派からの憎しみを集め、集中放火の対象になっていたのです。もちろん尊王攘夷派も京都から会津藩を追い出そうと考えて、関東へ迎えという命令を天皇の名前で出していました。しかし孔明天皇はそんなこと望んでいません。好き勝手し続ける尊王攘夷派に反発しています。なので孔明天皇はバレないように手紙を出し、さっきの命令は偽物だと会津藩に伝えていたのです。そんな会津藩に薩摩藩から協力要請が行われます。この計画はさらに天皇の義理の兄である中川宮も加わって実行に移されるのです。こうして起きたのが8月18日の政変です。8月18日の真夜中過ぎ、中川宮と京都守護職の松平片盛が御所に入り、早朝に会津藩や薩摩藩の兵が御所にある門を封鎖して警備の配置が完成しました。尊王攘夷派の公家が武力を率いて乗り込んでくるような事態に対応するためです。兵数としては会津藩兵が1500人、薩摩藩兵が150人という数字で、会津藩がこの政変の主力となっています。もちろんですが他にも参加した藩はありますが、計画の首謀者となったのは薩摩と会津です。こうして後部合体派によって封鎖された御所では朝廷による会議が行われます。そこで決定されたことは、上位申請のための行幸の延期、尊王攘夷派の公家の追放、長州藩の追放でした。こうして朝廷は尊王攘夷派の公家を追放して後部合体派の公家が占めることになります。京都の政局は一気に尊王攘夷から後部合体に変化したのです。しかしこのような状況に尊王攘夷派も黙ってはいません。異変を感じた尊王攘夷派の公家たちは急いで宮廷に入ろうとしましたが、門が閉じられており入れません。長州藩も中に入ろうとしましたが、後部合体派の兵によって固められています。両者睨み合い、今にも京都のど真ん中で戦争が始まるかのような雰囲気でした。そんな状況だったので京都は大パニックです。周囲の公家たちが避難を始め、中には裸足で逃げ出す公家もいました。睨み合いは夕方まで続きましたが、尊王攘夷派の追放はすでに決定されています。特に彼らは尊王、つまり天皇を尊ぶというスローガンを掲げていましたので、天皇の命令には逆らえません。天皇が兵を自分の国へ引き上げるようにと命じたとなれば、もはや抵抗はできませんでした。尊王攘夷派は一度退去して妙法院に移り、ここで軍議を開きます。しかし状況を見るともはや敗北は決定、抵抗を諦めるしかありません。こうして過激な公家や長州藩、つまり尊王攘夷派が京都から追い出されることになりました。降りしきる雨の中、長州へと逃れていったのです。中でも有名なのが三条実富を含めた七京と呼ばれる7人の公家で、彼らの都落ちは七京落ちとして知られています。さて、こうして尊王攘夷派を京都から追い払った後に、島津久光が兵を率いて上洛。続いて一橋慶喜や松平春嶽、伊達宗成らも上洛してきました。つまり後部合体派が京都に集まってきたのです。こうして設立されたのが参与会議です。しかしこの参与会議は何の成果も上げられないままに、わずか2ヶ月で廃止されてしまいます。彼らが辞任して自分の国に帰ってしまったからです。廃止の原因となったのは横浜開港問題でした。横浜開港問題というのは文字通り横浜の海を開くべきか閉じるべきかという問題です。天皇がこの問題について意見を求めたことによって参与会議のメンバーは対立し、最終的に解散してしまったのです。薩摩藩の島津久光は上位は無理だと悟っているため、横浜を閉鎖したら国外との戦争になるかもしれないと主張、つまり開国方針でした。対する一橋慶喜は松平片盛と共に、天皇は外国人を嫌っているとして横浜を閉じるべきだと主張、つまり鎖国方針でした。結局この話がこじれてしまいます。飲み会の席で酔っ払った一橋慶喜は久光、春嶽、宗成に対して、お前らはバカで心がねじ曲がっていると罵声を浴びせて退出。怒った藩主たちは辞任して参与会議は解散してしまったのです。こうして京都に残った幕府側の人々が政治を行っていきます。これが一階層政権です。一階層というのは一橋、会津、桑名の頭文字を取ったもので、一橋家の一橋慶喜、会津藩主の松平片盛、
桑名藩主の松平定明、彼らによって政治が行われていくのです。横浜開港問題で左高の立場を取ったことから外国嫌いの孔明天皇の信任を得たのですね。ちなみにここで登場した松平定明ですが、彼は松平片盛の弟にあたります。この一階層政権によって京都の政局は主導されることになりました。こうして京都は幕府の考えに近い一階層政権が主導権を握っており、それに対抗するのは長州藩という構造になりました。こうなると薩摩藩は影が薄くなってしまいます。こうして薩摩藩士たちは島津久光に対して島流しになっている西郷隆盛を赦免してくださいとお願いするのです。以前お話しした通り、この頃の久光と西郷の関係は悪化した状態です。久光は西郷をなかなか許そうとしませんでしたが、藩主である忠義も赦免に同意したことで事態が動きます。こうして久光も西郷の赦免をしぶしぶ了承。久光は悔しさのあまり銀のキセルを噛み締めたことで、キセルにはその歯型が残ったというエピソードが残っています。こうして西郷隆盛が薩摩へと帰ってきて、ついに行動を始めるのでした。さて、いかがだったでしょうか。以上のような経緯によって京都の政局はひっくり返りました。しかし尊王攘夷派もこのままでは終われません。京都へ登って政治の実権を取り返そうと計画します。ということで次の動画では新選組と池田屋事件についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。